こんにちは、メイです。今回からオランジェ島シーズン2ということで新しいテーマの島作りをしていきます。新しいテーマは水浸しの島です。オランジェ島はエントランスから案内所までが近いので、今日は一気に案内所前まで仕上げていきます。空港を出てすぐ案内所が右奥に見えます。空港から案内所まで縦10マスと結構近いですね。前回のオランジェ島同様、今回も遠近法を使って少しでも案内所が遠く見えるように工夫していきます。新シーズンのオランジェ島はマイデザインの縛りは特になくて、自分で描いたりお借りしたりしていきます。この古そうな木は自作です。木のマイデザインは描くのが難しくて、いつも大苦戦して3日間ぐらいずっとこの木だけを描いていました。いろんな木の描き方を参考にしたり、実際に木を見たり頑張りましたが、まだまだ上達の伸びしろしかなさそうですね。今敷いているのはコンクリートのマイデザインです。つぶつぶザラザラ質感にこだわりました。木の板を左右に伸ばしていきます。水浸しといえば海、海といえば砂浜、砂浜といえば乾いた古い木という安直な考えで木を張っています。筋肉に栄養を与えていきます。本日初登場の水です。桟橋風に使える水のマイデザインです。今回は水のマイデザインをたくさん描いています。オランジェ島をしっかり水で覆わないといけないですからね。道路を敷いていきます。これも自作のマイデザインで砂っぽい乾いた道路をイメージして作っています。ちゃんとした道路を描くのは初めてでしたが、ちょっとうまく描けたので結構満足しています。かといって世の中には道路の達人がいらっしゃるので、このマイデザインは投稿しないかもしれません。あくまで自己満足の世界でよくできたなので、この道路は道路の側面をあえてぼかしたりせず、しっかりと線を引いています。何かとセットで使う前提ですね。今回は木とセットで使っています。案内所の方まで道を伸ばしていきます。案内所は近いくせにエントランスからまっすぐ行けないところがまた難しいポイントです。逆に言えば何とかなればいい感じになる可能性しかないですね。案内所に入る道はちょっと太めの3マスです。住民とすれ違う時に肩がぶつかってイチャモンをつけられてしまう可能性を低くします。道路が敷けました。全体が映る動画を撮り忘れたので、歩いて道路確認をしている姿をご覧ください。遠近法を使うためにこちら側に自宅を建てます。その下準備のためにまず自宅の地面を砂だらけにしていきます。今回の島は水浸しにするので、砂の地面をこれでもかというくらいに使っていく予定です。海のマイデザインを描いたので砂浜との相性がいいんですよね。後ほど海のマイデザインをお披露目します。デフォルトの地面同士だと隙間が空いてしまうので、先ほど敷いたマイデザインの下にも砂の地面を敷きます。透明ドットのないマイデザインなら地面に埋め込まれることなく綺麗に貼れますからね。コンクリートのマイデザインを敷いて道路の端処理をしていきます。自宅の場所を決めるために後で飾り付ける家具を仮置きしていきます。木を敷く前に置いた方が時間の節約になりましたね。自宅を建てます。エントランスから縦9マスくらいの場所に自宅を設置しました。目線が手前の自宅から奥の案内所に行くように視線を誘導できるように飾り付けていきます。まずは船を片付けて砂浜に海を作っていきます。この海のマイデザインは熱森内の海と川の色に合わせて作りました。なので物理的に川を掘らなくてもそれっぽく見えるようにという魂胆が丸見えですね。波打ち際のキラキラっとした反射部分がお気に入りです。水のゆっくりとした揺らめきを表現するのにめちゃくちゃ時間がかかってしまいました。
水面のゆらゆらがこだわりポイントでもあります。水単体でも使えるようにするためにいろんなパーツを随時更新していく予定です。今揃っているパーツは波打ち際基本パーツ13個、水門、桟橋風、崖の下の影、灯火の水面となっています。このオプションパーツが作りたくて自分で海を描いたと言っても過言ではありません。あとは思いつき次第描こうかなと思っています。水浸しになってきました。自宅周りがどうしても草地になってしまうので家具を置いて隠していきます。ここは船の駐車場みたいな感じのところです。水浸しの島なので一家に1台は必要です。海に関係ありそうな家具を置いていきます。水門の上にはデコイを置いてまるで泳いでいるかのように、ヤシの木を上陸させて海っぽさを出していきます。木と海の間に丸太の杭を置いて疑似の端にします。今回のランジェ島にたくさん出てくる予感しかしません。ヨットのこの部分が出ていると見栄え的な問題があるので手前に柵を立てて見えないようにしていきます。足が見えなくなったので少しいい感じになりました。周りの景色を整えていきます。本来遠近法を使うのであれば手前は大きく奥は小さくするのですが、この時は完全に忘れています。木の大きさを M か L サイズにすると良かったのかもしれませんね。目線を通り抜ける場所にシティサイクルを置いて目線を誘導できるようにします。後で説明します。ここもまた疑似の橋を作っていきます。水を足していきます。水の境目は麦畑で隠します。反対側は岩が多いので思い切って水浸しにします。ここは一応釣りができることになっています。水門と釣り竿を合わせると浮きがあるかのように見えます。これがやりたくてここに水を追加しました。道の先に自転車があるのでちょっと見てしまいますね。コンクリートにさらに麦畑を追加していきます。麦畑で水草を表現していき、本物の海と場所を分けます。自宅の左側も波打ち際にしたいので砂浜を拡張。本物の海も見えますが水浸し感がさらに出るので OK です。海に海が近いっておかしいって思ったりもしましたが、ファンタジーなので何でもありです。現実ではとか考えていたら自由な発想で作れなくなって自分で自分の首をよく絞めているので考えません。島主なので船は2台持ちです。こちらはオンボロ船です。草地と砂浜の間を隠すようにして麦畑を置いています。違和感が多少薄まるのでいい感じになってきましたね。ここだけカメラで映せばいい感じですね。道路が少し寂しいので家具を足していきます。空港から見るとまず手前の自宅が目に入った後、その後案内所へ目線が行くようになりました。奥行きが少しずつ出てきましたね。案内所前を作っていきます。道から木の板を伸ばし案内所直通の道を作ります。案内所前は住民たちの憩いの場にしたいのでカフェスペースにします。案内所が大きなお店のような感じですね。砂浜に向かう道もつなげておきます。入り口っぽく素朴なパーティーライトを置いてカフェも盛り上げていきます。木の道の左側は少人数で楽しむようにカフェテーブルを置きます。案内所前は住民たちが反応してくれる率が高いので反応しそうなものを中心に。花も結構反応してくれますよね。これ以上増殖しないようにマイデザインを敷いていきます。敷いたところを忘れないよう色をつけています。右側は大人数でも楽しめるスペースにします。最近お気に入りの丸太のラウンドテーブル。小物を置くときに工夫しなければなりませんが、フォルムが可愛いので大優勝です。椅子はまるで肉球の形になるように置いていきます。半分だけ置く感じですね。半分なら場所の節約になるのでおすすめです。案内所前はシンプルに、住民たちが何らかのアクションを起こしやすいようにいろんな要素を散りばめました。右側に作るものによってここの部分は変わってしまうのですが、仮で作っておきます。
左奥に紫のヒヤシンスがあって、そこだけ重い感じになっているので、今回は紫のヒヤシンスをこちらにも植えてバランスをとっていきます。案内所裏を作ってないのでかなりシンプルに見えますね。空港から見た景色はこんな感じになりました。これで全て完成です。手前に自宅があることで案内所と空港の良い距離感を保つことができたかなと思います。オランジェ島シーズン2のエントランスから案内所前まではいかがだったでしょうか。案内所が近いので毎回苦戦しています。シーズン2も頑張れと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shot from the top, we're gonna be two hearts running